今回は何をしてもうまくいかない時の一人間の考え方をお伝えしたいと思います。生きてるとびっくりするぐらい何してもうまくいかない時ってあるじゃないですか。そんな時どうしてますか？いろいろな考え方があると思うんですけど、人の考え方って聞く機会少ないじゃないですか。でも自分だけで考えてると考え方のレパートリーが少ないっていうか、ワンパターンになりがちだから、結局同じことをぐるぐる考えるだけになって状況が循環していかないっていうか、変化しづらいと思うんですね。だからそのレパートリーの一つとして私個人の考え方もシェアしようかなと思いました。ただ実際は私の考えをしたところで状況は変わらないと思うんですね。なので今回も普段使ってる賢い脳みそとは違う端っこの方の脳みそをツンツン刺激するトレーニングみたいな感じでゆるく聞いていただければ幸いです。まずここまで生きてきた中でもう踏んだり蹴ったり踏んだり転んだり滑ったりぶつかったりくらいの状況に追い込まれた経験があるんですね。そんな時基本的にはシンプルに悩んでできることを順番にやっていくしかないかなって思ってるんですけど、何やってもどうやっても全てが空回りして八方塞がりになる時ってあるじゃないですか。そんな時の個人的な考え方なんですけど、追い込まれて本当に身動きが取れなくなったらこう考えてるんです。あれ？こんな状況を経験できるのってかなり貴重じゃないって。この複雑なものが絡み合った出来事を経験できるのって自分だけじゃないって。希少な経験を持ってるって。将来何かの時にめちゃくちゃ役に立つじゃんって考えるんです。意図して考えてるっていうよりは、どうもできなすぎてちょっと脳みそバグった結果、無意識に違うスイッチが押されて、もはやそうとしか考えられなくなっちゃってるだけなんですけど、でもどうせどうもできないならその状況を未来のために味わっておくかっていう上からなスタンスでいた方が自分も楽じゃないですか。で、ほんのり冷静になれた分、自分の行動が変わって状況が微妙に変化することもあるかもしれないし、少なくとも慌てることで起こる新たな玉突き事故みたいなものは防げると思ってるんですね。こう言葉にすると小さな話に聞こえるかもしれないんですけど、実際玉突き事故を未然に防ぐって人生においてかなり大きなことだと思うんです。わかりやすいことで言うと、元となる状況の改善は確かに進んではいなくても、その中でも落ち着いて自分のストレスを減らすことに重点を置くことで、かかるかもしれなかったストレスによる病気とかにはかからなくて済んだとか、症状が軽く済んだとか、そういうことってあると思うんですね。目には見えづらい行動ではあるけど、その行動のおかげで実は得てる隠れた結果には自分も周りもなかなか気づけないじゃないですか。でも実際はそういう目に見えない判断とか行動で防げてることって結構あると思うんですよ。日常でも目の前に起こってる見える人生だけ見てると気づきづらいんですけど、それと似たような話で、普段過ごしてると最悪だって思う出来事ってあるじゃないですか。でもそういうのって実は差異ではないことって結構あるんじゃないかなと思ってるんですね。差異っていうのは最もとか一番って意味の最悪の差異です。人生は一度しか経験できないから、確かに自分が知ってる中では結局は差異なのかもしれないんですけど、でも実はもう一つのバージョンの
人生を体験できるとしたら、実は全然サイじゃないっていうパターンもかなりあるんじゃないかなと思ってるんです。それは確認のしようがないんで、実際はもちろんわからないんですけど、ただ個人的に自分の過去を振り返っても、今まで起こった自分の中の最悪な出来事って確かに当時はっきりと最悪だって思ってはいたけど、結果を知ってる今の自分にしてみれば、結局いい意味でその出来事が生かされてることが多いっていうか、むしろその出来事がなかったら今の自分のいいって言われてるとこなかったなって思うことばっかりなんですよ。今すごく大切だなって思ってる人たちとか、経験しておいてよかったなって思う物事とか、その当時最悪だって思ってた経験をしてない自分だったら出会えてなかったんだろうなみたいなことめちゃくちゃあるんですよね。もちろん全部が全部そうではないとは思うんですけど、でも思ってるよりは多いんじゃないかなって思うんです。だから今は今でめちゃくちゃ辛いんだけど、心の片隅であらってこの出来事は未来のどこにつながってるのかなとか、ここで人格形成をすることで将来どんな人たちと出会えるのかなみたいな感じで、ちょっとコミカルに楽しみにしてる自分がいてもいいんじゃないかなって思ってるんです。もちろんそう思えないような出来事に無理やりそう思うとするのはただストレス増やすだけで本末転倒なんでやらないんですけど、でもそう思える時に思うってだけでも今までの流れを変えることはできるじゃないですか。今までなら休みなくずっと張り詰めてたところを10秒でも5秒でも楽しみにする時間に変換することができたら、それってかなり大きなことだと思うんですね。もちろん行動が変わったらその先の起こることも変わる可能性は出てくるし、そもそも自分がこだわって追い求めてるものって本当に必要かって、自分自身の根っこにある価値観自体を見つめ直すきっかけになることもあると思うんですね。こんな感じで個人的な考え方としては、今がどんな状況であっても何が起こっている時でも、なんだかんだこれが私の一番いい状態、いい状況なんだろうなと思っています。防げているものにはあまり気づけてはいないけど、目に見えないんで、でも自分いろいろなこと防げてすごいじゃんって。実際に今何かが起こっている時点で何かが起こってないっていうのは事実じゃないですか。だからその自分の目には見えない能力だけはこっそり認められる自分でいられたらいいなって思うんですよね。その上で今の特別な状況を味わっといてやるかっていうスタンスで過ごせたら、もう無敵っていうか、まるで自分がコントロールしてあえてやってるみたいな雰囲気が出て、ちょっと人生がコミカルになるかなと思っています。こんな感じで今回も万人が使えるような賢い考え方ではないんですけど、それでもこの一人間のゆるい考え方が誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。